健康保険の扶養に入るためには、要件と手続きの仕方を解説。仕事を辞めてから扶養に入りたいについて解説していきます。私が退職して2週間後、会社から書類が送られてきました。健康保険毎月22,800円の支払いでした。結論、健康保険税毎月22,800円を0円にできました。仕事を辞めてから家族の扶養に入れないかな。健康保険に入って保険証を持っておかないと全額自己負担で医療費を請求されてしまいますからね。あと、全然知らなかったんですけど、退職して保険料が2倍になったのはどうしてなんですかね。退職時の健康保険料は会社と被保険者の折半ですが、退職後の保険料は全額自己負担となります。退職を決めたものの、手続きは全然知らなかったです。会社に在籍している間、社会保険の手続きは会社が行っていたんですよ。退職したら自分で保険会社の手続きをする必要があります。私は本当に扶養に入れるんですかね。ここからが本題です。退職後の健康保険で扶養に入るための条件と手続きの方法を解説していきます。私は仕事の人間関係と通勤距離が200キロで結構長かったので、疲れてね、結局辞めちゃったんです。結婚や出産で夫の扶養に入りたい、一時的に親や子供の扶養に入りたいという人は参考にしてください。実際に扶養に入ると、税金や社会保険で非常に大きいメリットがあります。最も大きいのが、健康保険が0円ただということです。医療費が健康保険証を所持していれば3割で済むじゃないですか。これは健康保険料を毎月納めているからなんですよ。私の場合、退職してから会社から毎月22,800円の請求が来ました。この保険料、年間273,600円。毎月4日分働かなくていいっていうのはゆとりが結構持てますね。たびたびこの健康保険の扶養に入る条件があり、扶養に入れない人も多いんです。自分は扶養に入れるのかな。手続きはどうするのかな。というわけでね、わかりやすく解説していくよ。そもそも扶養って何ですか？それでは本日のメニューです。そもそも扶養とはについて話していきます。1つ目は健康保険に入るための条件について話していきます。3つ目は扶養に入る手続きの方法です。そもそも扶養とはという話からでしたね。これは親族に経済的支援をすることを言います。最も多いケースは結婚で奥さんが旦那さんの扶養に入るケースです。この場合、旦那さんが扶養する側、奥さんが扶養される側。今回私は扶養される立場なので、奥さんを代入して考えればいいんですね。よく年収の壁のお話を聞きますけど、結局いくらなんですか？結論は言いますと130万円です。扶養は1つしかないと勘違いされていますけど、扶養には2種類あるんですよ。税金に関わる103万円の壁。年収が103万円未満だと所得税がかからなくなり、扶養する側の税金、所得税や住民税が安くなります。扶養する側が得をする。私を扶養するとパパの税金が安くなるっていうことですね。私を扶養に入れるメリットを提示できるんですね。健康保険、年金に関わる130万円の壁。年収が130万円未満など一定の要件を満たせば、健康保険や年金の保険料を免除されます。なので、健康保険税の場合は、年収が130万円以下に調整する必要があります。扶養される側は得をする。私みたいな仕事を辞めて実家に避難するときに自分が得をするんですね。それがサムネイルに書いてあった毎月22,800円の設定になるんですね。結論、扶養に入るなら社会保険の扶養を優先的に考えるのがいいです。年収が130万円に収まるといいんですね。わかりました。健康保険の扶養に入るための条件。矢原さんが健康保険の扶養に入る条件を確認しましょう。お願いします。条件はシンプルに2つです。年収が130万円未満であること、単身赴任であること。私は会社を退職したんですけど、注意するところってあるんですか？注意点として、年収130万円という基準は、これからの先の収入の見込みです。私は会社を辞めるまで給料をもらっていたので、辞める前の年収を基準に考えたら130万円をオーバーする場合がある。そうではなくて、会社を辞めてからの収入がないから、収入ゼロと記入すればいいってことですか？でも、年収には失業手当、年金、傷病手当、出産手当含むから嘘はね、書かないようにしてください。1ヶ月だけでも一定以上働くなら、社会保険に加入されるから、詳細はこの人の動画が参考になりました。扶養に入る手続きの仕方についていきます。手続きは扶養する会社が行います。じゃあパパにお願いすればいいんですね。調べました。パパの勤めている会社の人事か総務部に報告するみたいですね。収入条件を確認するための書類。退職した人なら、退職証明書か、雇用保険、被保険者、離職証のコピー。扶養する側はパパの関係、住民票とかね。数日後、国の年金機構から家に封筒で届きました。これで医療費は3割ですね。やったぜ。
毎月2万円が削減できるっていうのは助かります。うっかり年収130万円を超えてしまった場合はどうしますか？扶養はどうなるんですか？一時的にたまたま130万円超えるなら、その年は取り消されないです。なるほど。私も今調べたんですけど、運行組合で異なるみたいで、私の持論ではね、3ヶ月連続で10万8000円を超す場合は、年収見込み130万円を超えると、容易に想定やめといた方がいいですね。1年に1回は、非扶養者の要件を調査で確認されるから、隠そうとしてもね、バレます。小春さんを見ていたら会社に頼らず、個人で生きる時代が来てるなと勉強になりました。VTuber として稼ぐ以前に重要なのは、毎月の税金を減らすこと。無職になってしまった活動を記録しています。チャンネル登録すると今後の展開が楽しめます。以上、個人でできるお金の対策でした。マネーの知識で生活を楽しくしていきましょう。